プーやめて。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい。じゃあ今日は何でしたっじゃあ、まず私から。け？はい。うちのちびちゃんが幼稚園で、プレ幼稚園に行ってるんですけど、来年から幼稚園で、プレ幼稚園で何一つできない。絶賛出来損ないのワーストワンですよね。みんな名札を届けるとか、お返事、名前呼ばれたらお手てあげて、はいって言うぐらいはできるんですけど、それすらできなくて。そこで質問です。そもそも教育って何ですか？なんかいろんな、この言葉だけとってもなんかいろんな捉え方があると思ってて、そもそも教育の言葉の定義が何なのかっていうところもあれば、教育というこの国とか親とか学校とかが教育する側として担うべき役割とは何なのかっていうところもなんかいろいろあると思っていて、どれですかね？親にしましょうか。親として教育っていうのは何をすべきなのか。でもどちらにせよやっぱりその教育ってそもそも何なのっていう、なんか言葉の定義みたいなところもやっぱり入ってくるような気がするんだよね。それで言うと何ですか、教育？私の教育ですか？いや、わかんない。リサちゃんの教育で、そもそも教育という言葉を、例えばじゃあ、教えてあげる。教えてあげる教育が違うとか、あとは叱ってあげるのと教育が違うとか、怒ると教育が違う。で、例えば言われたら、いや、それはこういう意味だから違うんだとか、どうなる？でもやっぱりそこがないと、定義みたいなところは、いや、定義が違ってもいいと思う。こういうふうに自分たちは定義がそもそも違うね、みたいなところも入って、とりあえず話したいことを話して、そこに戻ってくるといいと思うんだけど。私は、私の親としてね、大事にしてること。別に教育としてとか、そういうのじゃなくて、私のその定義として、教育というだけじゃなくて、いろんな要素で、私が親として、母親として大事にしてるのは、その道徳心というか、心の方だけかな。自分を信じる力だったり、人を信じる力だってそうだし。今、心の方だけって言ったってことは、一般的に教育と言われる何かは取り除いてるからだけっていう言い方をしたんですか？そうですね。私にとって教育というのは、学校で習う勉強も含まってます。もちろん運動とか、スポーツ関係の教育者のことも教育になってるし。じゃあ今、その心の方だけって言ったのは、何を除いてだけなんですか？勉強を一生懸命教えてあげようとか、スポーツを一生懸命教えてあげようとか。じゃあ教育というものはスポーツとか勉強も入ってるけれども、親としての教育は心の問題の解決だけっていうことですか？ベースですね。解決できる力とか。私が一緒に解決はできないんですよ。つまり親の教育とは端的に答えるとどうなる？道徳心。道徳心を育むこと。そうですね。いろんなところで使われる本当のベースのところだけかなと思ってるんだけど、もちろんそのしつけでね、ご飯食べてる時に椅子に座ろうね、お箸食べ方マナーっていうかさ、寄せ箸とかそういうの良くないとかあるじゃない。そういうのはもちろんあるよ。でもそれもすでに道徳から外れてる。それはもう礼儀なんで、道徳と礼儀は違うよね。マナーとか礼儀、マナーとか礼儀ももちろん入ってはくるけど、別にだってじゃあ心の問題だけって言ったからってそれしかやらないわけじゃないじゃない。だからでもだけって言われるとそういうふうに聞こえるから、それを大事にしてる、一番大事にしてる、心のところを一番大事に育てたいって思ってる。自分はやっぱり教育っていうのは、まず教育っていうのが何かっていうところで考えると、やっぱり教えてるだけじゃないですね。教と育があるから。やっぱり育てるっていうところが入っているのが教育だと思うので、なんというか、教えて終わるんではなくて、それを社会で活かせる状態になっていることかな。が教育かな。要するに、この教えて、じゃあ次の日のテストまでそれ丸暗記して、そのテスト終わったら忘れてる。っていうと、もう人生に一切影響を与えないような知識になってしまうので、多分それを教育とはちょっと自分は呼びたくないなって思ってる感じかな。
親としての教育っていうと、まずやっぱり教育機関がやらないものは親がカバーしていかないと、全く何もやらないってことはもちろんないんですけど、その学校の中から別に授業以外でも学校では学ぶことがいっぱいあるので、さっき言った道徳とかマナーとかは当然入ってくるかな。多分ニュアンス的には自分はもっとその数学とかこの社会とかこの国語とか、教科で言ったらこの国語とかそういうものも親が受け持つ部分は大きいなって思う。多分聞いた感じ、皆さんの言ってるよりかは自分は親はそこをもう結構な範囲でカバーしていかないとダメだなと思っていて、なんでかっていうと、そもそも学校の授業とかそんなに学べないですよ。時間的な問題もね、そうだし、先生の何十人だしね。やっぱり1対、今30人なのか1対40人なのかでいう言葉ってやっぱりうちの中だったら2対1に逆になるんですね。伝える側が多くなるので、やっぱりこの伝わり方とか響き方が違うってなると、やっぱりそこでどれだけのことを伝えられるかっていうのは結構重要なんじゃないかなと思うので、モラルとか礼儀はもちろんコアとしてあるけれども、その中で学校で教えるような教科とかのものも、その楽しさとかその概要とかそういうものを学校とは違う側面から伝えられるようにしたいな。ただ学校でしかやっぱり集団行動とかってやっぱり学校でしかできないので、体育の授業でなんかチーム同士何かやるっていうのはそれはもう家ではどうしようもないことなんで、むしろもうそういうのはもう本当に積極的に参加してほしいし、させたい。そうですね。